Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。皆さんは衣替えってしますか？だいたい私はですね、1年に2回ぐらい衣替えをします。そう、もうすぐっていうか、もう暑くなってきて夏になるかなっていう時期なので、もうね、冬服は全部洗ってきれいにしまって、で今度夏服を出して、それを一番取りやすい引き出しに入れてっていう整理をしました。はい。で夏が終わってまた寒くなるぐらいの時に多分夏服を全部洗ってまたしまって、で次はしまってあった冬服を出してっていう整理をするかなと思います。そういうのを衣替えって言うんですけど、皆さんは衣替えはしますか？よかったらコメントで教えてください。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい。で、今日も私が一人で話す日本語のポッドキャストをやっていこうかなと思います。で、今日はですね、何を話そうかなって思ってたんですけど、今日は私が学生時代にしていたアルバイトのやらかしエピソードを話そうかなと思います。どんなアルバイトをしていたかとか、ね、どんな風に働いていたかとか、そういうのは前に出した4つの動画で詳しく話しているので、よかったらまだ見てないよっていう方はそちらから見てみてください。はい。で、もしかしたらそこで話した話もあるかなとは思うんですけど、まあちょっとそのね、バイトのやらかしエピソードをまとめて話していこうかなと思います。多分まだ話してない話は一番最後に話すかなと思いますので、よかったら最後まで聞いてってください。で、私の一番最初のアルバイトが塾だったんですよ。そう、塾で、その時私が大学生だったので、高校生以下、小学生とか中学生とか高校生に勉強を教えるっていう塾のアルバイトをしていました。はい。で、そこではやらかしっていうそんなミスとか失敗はなかったんですけど、記憶ではね、覚えてる限りはね、なかったんですけど、今思えばちょっともったいなかったなっていうことがあります。そう、その塾ではですね、1年ぐらい働いて辞めちゃったんですよ。そう。で、その理由が、その最後ら辺にね、私はお寿司が好きなので、そう、スシローでもバイトをしたいなと思って、スシローでもバイトを掛け持ちして2つやってる状態で、結構忙しくなっちゃったのと、スシローの方が楽しくなってたので、そっちを選んで塾は辞めたんですよ。っていうその理由はね全然いいかなって思うんですけど、そう多分これはね前も話したと思うんですけど、その塾でバイトしてた時にそこにいた先輩とお付き合いしたんですよ。そうでもその後別れちゃって、でそしたらやっぱそこでね会うのが気まずくなっちゃったんで、学生の時あるあるかなとは思うんですけど、そうそれで少しそこに行きたくないっていうのもあって辞めたんですよ。そうでも今思えば勉強を誰かに教えることはね好きだったし、そう時給も良かったのでそれで辞めちゃったのはちょっともったいなかったかなって思ってますっていう感じで、これはやらかしではないんですけど、ちょっともったいなかったかなっていう話です。はい。で、その次にさっき言ったスシローでねバイトをしたんですけど、そこではこれももしかしたら話したかもしれないです。でももう一回聞いてください。ここでは一回結構大きいことをやらかしました。年末年始にバイトをしててすっごい忙しかったんですよ。お客さんもたくさん来てたし、アルバイトの人もあんまり足りなかったしっていう状況でいろんなね仕事をしなくちゃいけなくて、でその時にリンゴジュースのオーダーが入ったので、リンゴジュースをね、ただ
冷蔵庫にあるリンゴジュースの瓶を取ってそこからカップに入れて持っていくだけのお仕事だったんですけど、多分疲れすぎていて、でリンゴジュースの瓶を取ったんですけどそのね台に置こうと思ったら多分手の力があまりなくなっていて、スルッてね瓶を落としてパリーンって割れちゃったんですよ。そうでリンゴジュースを無駄にしてしまったなっていうやらかしでした。はいね、忙しかったからねしょうがないかなとは思うんですけど、やっぱりね食べ物が大好きな自分としては食べ物だけじゃなくて飲み物とかもね無駄にしちゃったらちょっともったいないなって思うので、はい、やらかしましたね。で、その次はうどん屋さんで働いてたんですよ。そう、スシローもいろんな理由があって辞めたんですけどね、それをまた前の動画で話してるのでよかったらそっち見てください。はい。でその後うどん屋さんで働きました。でそこでは特にやらかしエピソードはなかったんですけど、暇すぎたんですよ。そうここのお店はその半年後ぐらいにもうお客さんが来なさすぎて潰れちゃったんですね。なのでそれで私はそこを辞めたんですけど、っていうぐらい暇でそうなので暇すぎて楽でもあったけど仕事がなさすぎて辛かったっていうそんな感じですね。なのでやらかしたことはそんなになかったかなって感じです。はい。で、その後学生時代の最後のバイトで一番長く続いたのがとんかつ屋さんです。はい。でそこではですね一つすっごいよく覚えているやらかしエピソードが一つあるので聞いてください。そこでですねいろんなとんかつの種類があるんですよ。でそこに特ヒレっていうカツがありました。特別の特にヒレカツのヒレで特ヒレっていうカツの種類がねあったんですよ。それは結構一つで大きいサイズで一番高いぐらいのカツだったんですよね。であるお客さんがそれを1枚だけ注文したんですよ。でもその時にストックがなかったので、今からあげるので15分時間かかりますよってお伝えしたんですよ。で私はホールスタッフでめちゃくちゃ狭い売店だったので、ホールスタッフって言ってもカツをねパックに詰めたりとか、あとレジをしたりとか商品を渡してとかそういう仕事をしてたので、キッチンは別にいたんですよね。後ろにキッチンがあったんですけど、その時は確か店長がやってたかな。店長がカツをあげるねキッチンの仕事をしてたんですよ。なのでそのカツのオーダーが入った時点で言わないといけないですよね。いつもはね言ってたんですよ。店長特ヒレ1枚お願いしますって、ストックがなかったら言わないといけないです。あげてもらわないといけないのでね。なんですけどその時も疲れてたのかな。これは言い訳ですね。言い訳です。はい。でも伝えるのを忘れちゃったんですよね。でお客さんが15分後に戻ってきて、でその時に気づいたんですよ。特ヒレ受け取りに来ましたって言われたんですけど、やばいどうしよう、キッチンの人に伝えるの忘れてたって思って特ヒレ用意できてないんですよまだね、15分も待ってくれて来てくれたのにまだ準備も始めていないっていう状況で、もうすっごい謝って申し訳ございませんって言って、もう今からあげるのであと15分待ってください、ごめんなさいって言ってね、本当に申し訳ないですよね。でもその人はすごく優しい方で全然怒らないでね、大丈夫ですよって言ってまた15分ね待ってくださって戻ってきてくださったんですよ。もちろんね店長にはその時怒られましたけど、無事にその15分後に渡しました。はい。でもねカツ1枚に合計で30分も待たせてしまったっていうのはやらかしですよね。
はい、これが一番のやらかしだったかなって思います。なんか他にもそう多分疲れてなんか言いたい言葉が出てこなかったりとか、普通に日本語だったんですけど、そう出てこなかったりとか、なんか変な言い方になっちゃったりとか、そういうのはいっぱいあったんですけど、もうなんかどういう風に言い間違えたとか、さすがにそう覚えてないのでうん、はい、そんな感じです。皆さんももしよかったらアルバイトのやらかしエピソードとか、あとは仕事でやらかしたエピソードとか、そういうのあったらぜひねコメントで教えてください。はい、それでは今日はちょっと短めですけど、ここら辺で終わろうかなと思います。今日はですね、ちょっと画面に近めでなんか皆さんに語りかけるように話しかけるように話してみたんですけど、いつもとの違い分かりましたでしょうか？なんかただのテンションの差みたいな感じかもしれないですけど、分かった方がいたらすごいなと思います。はい、それではいつも通りチャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。まだまだチャンネル登録者2000人目指していますので、どうかご協力よろしくお願いします。はい、それでは皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.